大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨン、グリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい、こんにちは。柴崎ですよ。ね、お元気ですか？ああ、よかったね。柴崎もね、ご覧の通り、今日もね、元気にお絵描きしてます。さて、今回のテーマはね、こちらです。はい。ねえ、草壁のね、透明水彩絵の具、ハルモニアです。今ね、大変なんかね、こう評判になってるそうなので、柴崎も Amazon でね、買ってみました。さあ、今日はこのハルモニアを使ってね、柴崎も楽しんでお絵描きしてみたいと思います。ゆっくり見てね。さあ、それじゃあやってみましょうね。はい、これですよ。草壁のハルモニアですね。分離色透明水彩絵の具ですね。はい、ハルモニアと書いてありますね。はい、これです。ここは何にもないな。はい、これがそうですね。1、2、3、4、5、6、7。はい。ね。12色あります。ここにね、マス目がね、12個ありますので、ここにまず色を出してみますね。はい。まずこんな色です。この分離色っていうのはね、本当にこう出した時はね、何ですかこれはっていう感じなんだよね。もうなんか黒っぽいっていうかですね、一個一個はっきりしない色してるんですね。まあこれはだいたい2種類か3種類ぐらいの顔料がね、一緒に入ってるから、こんな色になっちゃうんだよね。さあ、出しましたよ。ね。さて、これを使って描いてみます。今日使うのはこの平筆と霧吹きですね。まず紙をたっぷり湿らせますね。やっぱりこの塗った時に色が分離してね、見えるためには、水分が必要なんですね。はい。じゃあこれでたっぷり濡らしましたので、この辺りからやってみようかな。どんな色になるかな。パーッと絵の具がよく広がるね。なるほど。よいしょ。分離するかな。待ってください。少し濡らしてみよう。少しこうなんか、ね、紫のような色が出てきたかな。優しい色だね。もう一回こっちやってみるね。待てよ。もっとちゃんと分離するかな。ちょっと濡らしてみますね。霧を吹いて。ね、こっちと同じ風な色なんだけど、ここに少しこう、紫のような色が出たかな。じゃあ今度はこれでやってみるね。これはどうだ？絵の具がよく広がるね。広がるけど、分離するかな？ちょっと水を加えて、待ってくださいよ。少しオレンジっぽい色が見えるかな。あなたはどうですか？もうちょっと濡らしたらどうなの？どうなるな。じゃあこっちに行ってみますね。はい。これならどうですか？糸飛ばしてみようかな。どうだ？全体に分離をしてるんでしょうけど、すごく優しいですね。柴崎は今までね、試させてもらった、海外製のね、分離色ってのはもっとバーッと意外な色が中から出てきたりしたんですけども、この草壁のハルモニアは、それほどこう、過激に分離しないっていうかですね。だけどこういう絵の具がすごくよくこう、滲むよね。これが綺麗だな。とりあえず、ね、12色ありますので、画面に乗っけてみますね。こうやってすごくよく広がるから、このようにして、
このハルモニアは楽しむこともできますね。まあ、これが本来の分離色の楽しみ方どうかはちょっと柴崎も、まあ、即断はできないんですけども、ね、ほら、こんなによく広がるんですよね。これは綺麗だよね。これはこの辺りに少しオレンジっぽい色が見えるかな。これを見てくださっているあなたはどう評価しますか、これ。はい。まあ、分離色っていうのはね、最初に言った通り、まあ、黒っぽい色に見えるんだけど、それを水で広げると、中からね、全然違う色、2色、3色がね、まあ、飛び出てくるのが一般的な分離色なんですけども、このハルモニアは、その分離っていう点ではとても優しいですね。さあ、じゃあもうとりあえず、ね、12色あるので、それを一応画面に置いて、まあ、ウェットウェットの効果でね、まあ、この絵の具の、まあ、別の良さですね。滲みの綺麗さで、まあ、塗ってみますね。まあ、せっかくこう塗ったからね、ここから何か絵を描こうかなと今思い始めてますよ。どうしようかな。はい。まあ、こんな感じでね。はい。まあ、もっと分離がね、こう過激に出てきたら、それではっきりした絵にしようと思ったんだけど、まあ、ちょっと優しい分離なので、まあ、こうやってね、色をそのまま塗って、それで、この中から何か描いてみますね。はい。あなたの学校で何描くかな？さあ、乾かして。乾かすとやっぱりパーって色が飛ぶね。で、ここでね、このファーバーカステルのね、水彩色鉛筆とこの鉛筆をね、加えて、ね、何か形を描きますね。はい。どうしようかな。こんな風に。全体ちょっとオレンジっぽい色がないから、オレンジっぽい色を加えたりね。それから、これはね、このハルモニアを塗るとね、絵の具が優しく広がるからね、紙は傷まないんですよね。だから、紙にね、なんていうのかな。塗った上からね、絵の具を取るとね、綺麗に取れます。まあ今、もう一回やってお見せしますね。はい。まあこれ、こうやってほら、ね、色が綺麗に取れるんですよ。はい。だから、バッと絵の具をこう塗ってから、今度は、それをこう取る形でね、形を書き起こすということが比較的容易にできますね。こういう表現っていうのはね、透明水彩ならではのね、やり方なんですよ。まあ、面白いでしょ？面白いでしょ？ね、参考にしてくださいね。ほら、こうやって取ってね、また加えて。いやー、すごくよく滲むね。こっちの方にも、なんか、ね、たまたまできたこんな形だから、なんかちょっと付け足して、こうしようかな。さあ、どうかな？今、柴崎、何を書いてきたか、この段階では分かってもらえてるかな？もらえた？すごいね。そうなんですよ。馬を描いてます。なんかね、最初塗った形見たら、あれ、馬っぽく見えるかなと思ったのでね、少しずつこう手を加えて、ね、馬の雰囲気作りますね。はい。ちょっと鉛筆なんかでね、こう、陰影を足したりして。まだ、ただ、ね、最初にこう塗った、この分離色のハルモニアのね、まあ、基本的な絵の具の広がりの良さを、できるだけ壊さないようにね、描いていこうと思います。でね、今描いてる馬はね、普通の馬じゃないんだよ。ちょっと柴崎イメージでね、野生馬ですね。いわゆるムスタングですね。それを描いてみようと思います。はい。ほら、こうやってよく絵の具を取れるんだよね。これいいですね。はい。ね。
馬の顔のあたり、こうやって絵の具を取って描いてます。重い目のあたりですね。まあ、ムスタングってね、今もあるのかな。アメリカ製の車ありますよね。あれです。あれ、だから野生馬ってことですね。はい。人間に飼育されていないで、自然に野山を駆け回ってる馬のことですよ。どうかな。野生馬の力強さが出てきたかな。はい。だんだん楽しくなってきた。うん。本当はね、もっと分離色っていうことでお話を進めたかったんですけども、まあ、ちょっとね、柴崎、それよりも、まあ、このハルモニアのね、良さであるこの絵の具がよく広がるっていうね、そこに着目して、今このようにね、だんだん形にしていますよ。はい。ねえ、分離色ってのはさっきも言った通り、最初にパレットに出した時はね、これどんな色になってんですかみたいなわからないんですけども、水に溶いてみるとね、あ、なるほどね、みたいにわかるんですね。不思議な、まあ、水彩の具であるんですけども、さあ、一気にね、尾っぽを描きました。これも、ちょっと縦紙のあたりですね。はい。できるだけこう、力強い馬にしたいですね。はい。さあ、縦紙を描いてきてますよ。ちょっとこう、霧を吹くとね、とってもよく絵の具が広がってくれますね。はい。さあ、で、少し引っかきですね。はい。そして、まあ、足元ですね。はい。ムスタングはぐっと足を据えている、岩場ですね。それをペインティングナイフで引っかいて、ちょっと材質感を描きますし。あと、不透明水彩絵の具でね、縦紙とか筋肉の一部を描き起こしていきますよ。こんな感じです。さあ、どうかなねえ。はい。草壁さんのハルモニアをね、楽しみながら、柴崎、ここまで形として書き起こしてきました。はい。まあ、こうやって作品していくと、この分離色も綺麗ですね。はい。とっても楽しめますね。さあ、柴崎のサインを入れて、今日ハルモニアの絵の、これで、出来上がりですね。はい。ね、書き上がりました。見てみる？はい。どうぞ。ねこの草壁さんのね、ハルモニア。まあ、分離色ということだったんですけども、まあ、柴崎がね、以前、試してみた、まあ、海外のね、分離色に比べると、まあ、ちょっとね、その効果はおとなしめだったかな。まあでもこの絵の具の広がりとかね、滲みの具合は非常に良かったので、まあそちらで、まあ楽しみました。で、まあこんな形にね、まとめてみたんだけど、どうだったかな？まあ、あなたがね、楽しんでくれたら、柴崎もとっても嬉しいです。さあ、ということで、また次回ね、違うテーマ、違う作品で柴崎ね、あなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしくださいね。はい。どうもありがとう。またお会いしましょう。はい。長い時間ありがとうね。はい。柴崎春道公式オンラインサロン。シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると
割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それが柴厚です。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしく